ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、任天堂が直面している特許の大きな壁の話題についてよ。現在、ゲーム業界の巨人である任天堂が、ポケモン風のバトルシステムの特許取得で、大きな挫折を味わっているんだよ。今日は、任天堂が申請したキャラクター召喚システムの特許がアメリカで却下された理由、そしてパルワールドとの訴訟の裏側に隠された任天堂の焦りと特許をめぐる問題点について徹底的に解説していくよ。任天堂が特許でつまずいたって？あの天下の任天堂がそげんことあるとね。パルワールドって言うたらあのポケモンにそっくりって騒がれとったゲーム体ね。その通りなの。任天堂は象徴的なキャラクターを召喚して戦わせるというゲームスタイルの特許を取ろうと一生懸命になっていたんだよ。でも、それがなかなかうまくいっていないの。キャラクターを召喚して戦わせるって、ポケモンなら、モンスターボールから出して戦う、あれのことやね。なんで、今更、そんな特許を取ろうとしとると？実はね、任天堂による今回の特許出願は、昨年パルワールドへの報復として行われたものなんだよ。報復？うわぁ、任天堂も怒らせたら怖か。でも、報復ってことは、パルワールドがかなり売れたけん、意地になっとるってことやない？そういう側面もあるかもしれないよ。パルワールドはすごく話題になったからね。さらに、最近になって、ピックモンというまた別のポケモン風ゲームが発売されたの。そのせいで、この特許をめぐる法廷闘争は、さらに緊迫したものになっているんだよ。ピックモン？また似たようなのが出たっちゃね。そりゃ、任天堂もブチギレるばい。でも、特許を取ってどうするつもりやったと？任天堂の狙いはね、キャラクター召喚というゲームのメカニズムそのものの権利を獲得することなの。具体的には、召喚されたキャラクターが独立して勝手に行動したり、プレイヤーの指示に従って行動したりできるようにする仕組みを独占したかったんだよ。それってやばくない？キャラクターを呼び出して戦わせるなんて、他のゲームでもいくらでもありそうばい。それを独り占めしようとするなんて、ちょっとジャイアンみたいやね。葵、鋭い指摘だよ。まさに、そこが、今回の大きな争点になっているの。それで、そのジャイアンみたいな特許出願は、どうなったと？実は、今、その法廷闘争は、完全に暗礁に乗り上げているんだよ。今年の4月1日にね、米国特許商標庁 USPTO で呼ばれるアメリカの特許を管理する役所が、再審査の結果を出したの。アメリカのお役所が動いたんやね。それで、結果はどうやったと？ USPTO は、任天堂が出願していた特許番号12-403-397の全26件の請求項をすべて却下したんだよ。全部却下？フルボッコやん。そげん見事に跳ね返されることってあるとね。なんで全部ダメやったと？ゲームズフレーというメディアの報道によるとね、却下された最大の理由は、任天堂側の対応の遅れだったんだよ。昨年後半に USPTO の長官がこの特許の再審査を開始したの。それに対して、任天堂が応答を提出しなかったからなんだよ。任天堂が返事せざったけん、却下されたってこと？天下の任天堂が、そんな基本的なミスばするなんて信じられんばい。もしかして、言い訳できんくらい不利な状況やったと？そこは、いろいろな推測があるよ。ただし、ここで注意が必要なのは、これが最終的な却下ではないということなの。まだ終わっとらんの？任天堂には、この却下に対して回答するための猶予期間が、まだ2ヶ月残されているんだよ。しかも、この期間は、延長される可能性もあるの。なるほどね。まだ、首の皮一枚繋がっとるってわけか。でも、一回、全却下されとるんやけん。ひっくり返すのは、相当大変そうばい。そもそも、キャラクターを召喚して戦わせる仕組みって、特許にするには、範囲が広すぎん？私でも思いつくレベルばい。まさにその通りなの。PC ゲーマーという海外の大手ゲームメディアの報道によるとね、この特許は、そもそも、その広範な性質ゆえに、米国特許制度の恥ずべき失敗だったとまで言われているんだよ。恥ずべき失敗。海外のメディアは、ボロクソに言うね。痛快ばい。でも、確かに、そんな特許が通ったら、他のゲーム作れんくなるもんね。そうなんだよ。キャラクターを先頭に召喚するプレイスタイルは、アクション RPG をはじめとする他のジャンルのゲームでも非常に一般的なものなの。メディアの中には、アトラスのペルソナシリーズやフロムソフトウェアのエルデンリングを例に挙げて説明しているところもあるんだよ。ああ、ペルソナも自分の分身みたいなのを呼び出して戦うし、エルデンリングも位牌を使って霊体を召喚して一緒に戦うもんね。もし、任天堂の特許が通ったら、ああいう神ゲーたちもパクリだ。
お金払えって言われるかもしれんってこと？そういう危険性があるの。特許が承認された場合、任天堂が召喚システムを採用している他のゲームに対して特許を利用するのではないかと多くの人が懸念しているんだよ。特許の内容は確かにポケモンにそっくりで、任天堂が権利をめぐって争いたい気持ちも納得はできるんだけど、特許申請書に書かれている実際の仕組みはかなり曖昧なものなの。曖昧なんやね。都合のいいように解釈できそうばい。だからこそ、もしこの特許が成立してしまったら、世界中のゲーム開発者は大きな課題に直面するかもしれないんだよ。ゲーム業界において非常に古くからあるアイデアが突然訴えられるかもしれないというリスクの高い領域へと変わってしまうからなの。召喚と戦闘のシステムはポケモンの象徴的な要素ではあるものの、この特許が任天堂が昨年獲得したような保護に値するという考えは弱まるだろうと言われているよ。で、ここでみんなにお願いがあるの。もしこの動画が面白いなって思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。私とすみれの掛け合いがもっと見たいっていう物好きな人はポチッとよろしくばい。みんなのそのワンクリックが私たちの動画作りの励みになるけんね。それじゃあ、任天堂の特許問題の続きを見ていくよ。さっき他のゲームでも召喚の仕組みはいっぱいあるって話しとったけど、アメリカの特許庁はそこんところどう判断したと？米国特許商標庁 USPTO はね、過去のアメリカの特許出願の先行技術に依拠して判断を下したと報じられているんだよ。先行技術？なんねそれ。難しか言葉ば使わんでよ。ごめんね。先行技術っていうのは、すでに世の中に存在している技術やアイデアのことで、特許を取るためには誰の真似でもない新しい発明じゃないといけないの。でも、USPTO は、この召喚システムは、もうすでに他の人たちが考えて出願していたアイデアと同じだよって指摘したんだよ。なるほど。お前が最初じゃないばいって突っ込まれたわけね。具体的には誰のアイデアがあったと？報道によると、2002年のコナミ、2020年のバンダイナムコ、そして驚くことに、任天堂自身が過去に出願した2件の特許出願などが先行技術として挙げられているんだよ。任天堂自身？自分で自分の首ば絞めとるやん。ウケるばい。テックスポットというメディアによるとね、USPTO は話題のパルワールドのことについては全く検討しなかったらしいの。ただ純粋に現在の特許請求の範囲が広範すぎること、そして独創性が不十分であると結論つけたようだと言われているよ。パルワールド憎しで焦って出した件、中身がすっかすかやったってことやね。自業自得ばい。さらに VGC というメディアの報道では驚くべき裏側も明らかになったの。USPTO の長官であるジョン・ A. スクワイヤーズ氏が2025年11月に個人的に特許の抹消を命じていたというんだよ。長官が直々に？それってすごかことなんと？ものすごく異例なことだよ。同メディアによれば、他の企業からの正式な介入、つまり、この特許はおかしいですという訴えがない状態なのに、長官自らがこのような抹消命令を出したのは、なんと2012年以来初めてのことなんだよ。長官自ら動くって、よっぽど目に余る特許やったってことやね。うん。この長官の異例の動きは、この特許の範囲が広すぎるのではないかという、世間や業界全体の懸念と強く関連していると見られているの。でもさ、任天堂も、なんで、そんな無理筋な特許ば通そうとしたと？実はね、任天堂が、こうした行動で大失敗したのは、これが初めてではないの。PC ゲーマーの記事では、任天堂の今回の行動を特許トロール行為とまで表現して、厳しく批判しているんだよ。特許トロール？トロールって、あのファンタジーに出てくる化け物のこと？そう。そのトロールから来ている言葉だよ。特許トロールっていうのは、自分では、その特許を使った製品を作らないのに、特許権だけを振りかざして、他の会社から多額の賠償金やライセンス料を脅し取ろうとするような悪質な行為や企業のことを指すの。うわ、最悪やん。任天堂が、そんな化け物みたいなことしとるって言われとると？今回の訴訟の背景を詳しく見ていくとね、任天堂スイッチのメーカーである任天堂は、パルワールドが挑発的にポケモンキャラクターを模倣したことにすごく激怒していたの。でも、いざ、パルワールドを本物のポケモン製品であるかのように偽っているという主張で訴えようとしても、著作権などで勝訴する見込みがほとんどないことを悟ったようなんだよ。絵柄は似とるけど、完全にパクリとは言い切れんやったってことやね。そこで、任天堂が取った手段が、事後的に特許を出願して、先行技術を主張しようとすることだったの。は？
パルワールドが売れた後から、それ、うちの特許や件で後出しじゃんけんしたってこと？だっさ。そりゃ、トロールって呼ばれても仕方なかばい。記事でも過信によるものか、あるいは法律上の助言が悪かったのかはともかく、そのやり方に感銘を受けた者はほとんどいないと書かれているんだよ。感銘を受けるどころか、ドン引きばい。しかもね、最終的に明らかになった事実がさらに衝撃的なの。任天堂がパルワールドの開発元であるポケットペアを訴えて請求した金額はわずか6万5000ドルだったんだよ。6万5000ドル？日本円で1000万円くらい？任天堂がそんなはした金のために裁判を起こしたと？そう。さらに、訴訟で任天堂が利用しようとしていた特許の多くは、なんとパルワールドが発売された後に行われた修正や出願に基づいていたことが明らかになったんだよ。完全な後出しじゃんけん確定やん。パルワールドのシステムを見てから、これ特許にしようってズルしたってことやね。任天堂ともあろう会社がえげつなかことするね。実は厳しい目を向けているのはアメリカの特許庁だけじゃないの。昨年10月の段階で日本の特許庁も任天堂の主張がいかに疑わしいかを指摘しているんだよ。日本の特許庁も味方してくれんかったと？日本の特許庁はね、カプコンのモンスターハンター4や恐竜サバイバルゲームのアークといったゲームを例に挙げたの。これらのゲームには任天堂が遅ればせながら権利を主張しようとしていたメカニズムがポケモンのスカーレットとバイオレットの発売よりもずっと前にすでに搭載されていたことを指摘したんだよ。モンハンにもアークにも前からあった仕組みを今更ポケモンの特許ですって言い張ろうとしたとね。そりゃ無理があるばい。日本の特許庁も呆れた野郎ね。この一連の騒動についてネット上のユーザーからもたくさんの反応が寄せられているの。特許の範囲が広すぎる。パルワールド対策で後出しじゃんけんはダサい。この特許が通ったらゲーム業界全体が萎縮してしまうといったように任天堂の強引なやり方を疑問視する声やゲーム業界の未来を心配する声が多く上がっているんだよ。当然の反応やね。私でもそう思うばい。ゲームはみんなでアイデアを出し合って面白くしていくもんやのに独り占めしようとするのはあかんばい。じゃあ、これからどうなっていくのかという話だけど、多くのゲーム開発者にとって今回の特許却下は朗報だと言われているの。そりゃ、そうやね。訴えられるリスクが減るんやけん。危険な可能性があった特許が効力を失いつつあって、キャラクターを先頭に召喚するというアイデアは、数ヶ月前と比べて、特にアメリカでは、はるかに制約が少なくなったように見えるからなんだよ。でも、任天堂は、まだ2ヶ月の猶予があるっちゃろ？諦めんのやない？そこなの。今回の拒絶は最終的なものではないから、任天堂の次の動きは特許権をできる限り温存することだろうと予想されているよ。任天堂が特許権を完全に放棄する可能性は低いの。なんで？もうボロボロやん。なぜなら、たとえ一つだけでも請求項が生き残れば、将来の特許侵害訴訟において、相手を攻撃する強力な武器として有用となる可能性があるからなんだよ。なるほどね。しぶとく食い下がるつもりやね。PC ゲーマーの調査によるとね、もし、任天堂が回答を提出した後も、USPTO が立場を堅持した場合、任天堂は、さらに、連邦巡回控訴裁判所に上訴できる可能性があるんだよ。裁判所に、チクリに行くってことね。そう。次の段階に進めば、おそらく、今まで以上に時間がかかり、より専門的な法律の手続きが必要になるだろうと言われているよ。ドロドロの長期戦になるって言葉いね。記事の最後では、こう締めくくられているよ。日本と米国の特許庁がポケットペアを潰そうとする任天堂の奇妙なまでの必死さに疑念を抱いている状況では、マリオの開発元がただ腰を据えてこの件が自然消滅するのを待つのが賢明だろう。しかし、残念ながら、それは極めて可能性が低いように思われる。で、そもそもポケットペアは最初から任天堂を挑発していたことを忘れてはならないって記事にもあるけど、どっちもどっちな泥沼状態ばいね。でも、任天堂がここで引くとは思えんね。そうだね。任天堂も簡単に引き下がることはないと考えられているよ。任天堂がパルワールドに怒る気持ちもわからんではないけど、後出しで特許作って広すぎる権利を独り占めしようとするのはちょっとやりすぎばいって思ったね。ゲーム業界全体が面白くなくなるのは嫌やけん。特許庁にはしっかり審査してほしいばい。そうだね。特許は発明を守るための大事な仕組みだけど、それが強引に使われてしまうと、新しいゲームが生まれにくくなるというリスクもあるんだよ。
今後の裁判の行方や任天堂の次の対応から目が離せないね。ということで、今日は任天堂のポケモン風バトルの特許取得が暗礁に乗り上げたという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。